ポッパーです。ポッパーなんですけども、ポッパーも水面でお仕事するルアーです。このティンバーなんかは贅沢にボゴッと大きな音を出して泡を引きながら水の中で波動も出しながら泳ぎます。そういう贅沢なものもつけたポッパーももちろんあります。ポッパーはこのカップが抵抗が大きいんで着水したらそこで少々引っ張られてもそこにいてるということで、それから強風の時にお仕事しやすいのはダイビングペンシルよりポッパーの方がお仕事しやすいということ。ポッパーの場合はこのカップでポコンポコンとかあまり距離を動かさずに、ダイビングペンシルより距離を動かさずにアピールをすることができやすいということやね。そういう特徴でポッパーとダイビングペンシルなんかを、ジャークとか使い方、ロッドワークとかリーディングはほとんど同じような感じなんやけども、使いこなしをしていただいたらいいと思います。ポッパーの、操作の仕方を説明したいと思います。ただね、ポッパーもね、メーカーからカップの形状やらカップがバケモンみたいに大きいものやらいろんな出てます。基本はね大ペンと同じ、結局頭を入れる時もこれもね、下手に力がいっぺんに入りすぎたら水面ダダダッといってしまうだけ、コロコロいってしまうだけ。これも水の中にうまいことこのカップがグポッと入って引っ張る。でそこの引っ張ったとこで今度思いっきり一番動いてる時にフケをつけるからまた次浮いてくるというところはもう、ダイビングペンシルのとこで説明した注意点と全く同じ。ちょっとそれをやってみます。これねポッパーでただ泡引くだけと違って水の中で泡を引きながらダイビングペンシルのように左右に揺れてる、泳いでる。ただ大ペンとはちょっとは違うところはカップがあるのでよりショートにお仕事ができる。かなり短い距離、大ペンやったら仕事にならへんようなこんな距離で仕事になるということやね。でねこれちょっと今からもっぺんやってみるけど泡の消え方見といて。ほらこんな長いことステイすることがもっと大ペンより長くステイすることができるよね。泡がまだほら泡が仕事してくれてる。泡を待つ、泡消えを待つ、ボンと派手に動かして泡消えを待つ、ボンと動かして泡消えを待つ。確実に僕が思ってる、これ僕だけかもしれへんけど、僕がマグロをポッパーで食わせるならマグロのナブラにはこういうことする。これはマグロだけやなしにヒラマサにももちろん効きます。とにかくこれだけ泡を引くからステイが長くできる。ダイビングペンシルより長いステイが使える。もう一つはね、最後に大きな特徴。結局ダイビングペンシル風がねもっと強い時、ポッパーはこのカップがあるからカップで引っ張られない。このカップの抵抗で引っ張られずにこのかなり強い風でダイビングペンシルが、お仕事ができないような角度でもお仕事ができるということやね。そやからもう風が強うてダイビングペンシルの釣りもできないというふうなことになってきた時でもポッパーがあったらお仕事ができるということやね。で、ちょっとポッパーでいろんなジャークをちょっとずっとやってみますんでそれを見てみてください。ごくショートジャーク。はい、次ミドルジャーク。わかるかな。ポッパーの後ろ見てもうたらポッパーの泡がムワーンとして、これは水の中で波動としてやっぱりアピールしてます。このポッパーのボゴッというよりこの水の中の泡と波動の方が実は養蚕魚にアピールしているということ。次はもっとロングジャーク。ロングジャークで水の中でロングした時に見てもらうと分かるけどかなり
泡を引きながらラララララってかなり泳いでるというようなことやね。それがポッパーの特徴。それからダイビングペンシルと動かし方は基本は一緒なんやけども、カップが大きいために抵抗とかそういうところで、またダイビングペンシルとは違う攻め方ができるということ、それがポッパーの使い方です。